そういう話じゃないから。今回の皇室典範改正、批判している人が全員ずれている理由。問題提起。皇室典範の改正をめぐって様々な批判の声が出ています。根本的な解決を先送りしているという批判。70年以上民間で暮らしてきた人を皇族にするのはおかしいという批判。国民の理解が得られないという批判。ただ、これらをよく聞いてみると、ほとんどが論点をずらしています。なぜそうなるのか、制度の設計という視点から読み解くと、すっきり見えてきます。現状把握。まず、今の皇室がどういう状態にあるかを確認します。2025年現在、皇族の人数は16人です。そのうち、次の世代で皇位継承の資格を持つ男系男子は、悠仁親王を1人だけです。未婚の女性皇族の方々は、20代から30代に集中しています。現在の法律では、女性皇族の方は民間の方と結婚されると皇族の身分を離れることになっています。もしこのまま何も変えなければ、数年後には悠仁親王を1人だけが残るという未来が、ほぼ確定します。これは単なる人数の問題ではありません。皇室としての活動を支える土台そのものが消えていく話です。論点整理。今回の法整備で議論されているのは大きく2つです。1つは女性皇族の方が結婚後も皇族の身分を保ち続けられるようにする案です。もう1つは1947年に皇籍を離脱した旧宮家の男系男子の方を養子として皇族に迎えられるようにする案です。この2点に絞って各批判がなぜずれているかを見ていきます。批判1。よく聞く批判の1つ目が根本的な課題を先送りしているというものです。言っている内容はこうです。皇族の人数を増やすだけでは一時しのぎに過ぎない。女性天皇や女系天皇を認めるかどうか、皇位継承ルールそのものを変えない限り、本質的な解決にはならない。だから今回の動きは不十分だ。と、これは感想であって批判としては成り立ちません。今回の法整備の目的は、あくまでも皇族の人数を確保することです。女性天皇女系天皇の是非を決めることでは、そもそもありません。制度の設計という観点から見ると、これは出口戦略を考える前に、まず会社を存続させるという判断です。経営危機の現場で長期ビジョンが足りないと批判するのは、問題の順番が逆です。現時点で次の世代の継承者として悠仁親王がおられる以上、今あえて国論を二分する議論を決着させる必要はありません。将来の選択肢を狭めないために時間を確保する。それが今回の本質です。批判に、二つ目の批判は70年以上民間で暮らしてきた家系の人を皇族にするのは無理があるというものです。これも論点がずれています。理由は2つあります。1つは、制度の仕組みの問題です。今回の案は、特定の誰かを皇族にする法律ではありません。これまで禁じられていた養子縁組を、法的に可能にする選択肢を作るというものです。実際に養子を迎えるには、皇室側の意思、当事者本人の意思、そして皇室会議という正式な手続きが必要です。選択肢を作ることと、強制することは、全く別の話です。もう一つは、歴史の問題です。長年民間で暮らしていた男系男子を呼び戻すという行為は、実は皇室の伝統的な危機回避の手法です。6世紀の継体天皇は、王神天皇から後醍醐の子孫にあたります。当時の天皇に後継者がいなかったため、現在の福井県あたりで地方豪族として暮らしていた方を迎えました。直系からのブランクは200年以上でした。江戸時代後期の降格天皇も同様です。先代の天皇に後継者がいなかったため、伏見宮家の寛因宮家から迎えられました。民間に長くいたから共感が得られないという批判は、皇室が何度も使ってきた正当な手法を否定するものです。それは歴史的な連続性を無視した、現代の感覚だけの議論です。批判3、3つ目の批判は国民の理解や共感が得られないというものです。これも同じ構造の問題を抱えています。先ほど述べたように、今回の案は選択肢を作るものです。国民の理解が問われるのは、具体的に誰かを養子に迎えるという判断が下された時です。制度の門戸を開くこと自体に対して理解が得られないというのは、土俵が違います。さらに言えば、この批判は誰が言っているかも重要です。週刊誌的な感情論や世論調査のイメージをもとにした議論が多く、制度の仕組みを正確に理解した上での批判とは言えないケースがほとんどです。本質考察では、なぜこうしたずれた批判が広く流通するのでしょうか。答えはシンプルです。批判している側の目的が制度の不備を正すことではないからです。男系継承の伝統を守りたいグループから見ると、旧皇族の復帰案は脅威ではなく支持すべき案です。一方、女性天皇女系天皇を早く認めるべきというグループから見ると、今回の動きは男系にこだわるための保守的な引き延ばしに移ります。つまり、批判のかなりの部分は、制度論ではなくイデオロギーの立場から来ています。法的な仕組みで反論するのが難しいから、先送り国民の理解という言葉で印象論に逃げているのです。制度の議論を感情論にすり替えるのは、税の議論でもよく見られるパターンです。本来は仕組みの話であるはずのことを、賛否の感情論にしてしまうと、議論は必ず空転します。総括、最後に、今回の動きの本質的な評価をします。今回の法整備は、完全な解決ではありません。女性天皇女系天皇の是非は、先送りされたままです。ただ、その判断は合理的です。未婚の女性皇族の方々が今この時期に皇室におられる。この数年を逃すと、将来どちらの選択をするにしても、
議論を支える皇族という土台そのものが消えてしまいます。対立を激しくする議論をあえて避け、全員が合意できるラインで一歩前進した派手な評価を受けることはありません。しかし、最悪の事態を未然に防ぐための大事な仕事というのは、往々にしてそういうものです。100点の解決を求めて動けなくなるより、50点の合意で時間を確保する。これが、今回の政治判断の本質です。本当に良い仕事は、誰にも気づかれないうちに完了しています。今回の皇室典範をめぐる動きは、まさにそういう仕事だったと言えるでしょう。そんな仕事、してみたいと思いませんか？